今日はですね、僕の友人なんかにもいろいろ頼まれて、状態の確認をしに、出張買い取りの前の日に来ております。で、今日この動画はとりあえずちょっと面白そうなものをいろいろ見させていただこうかなっていうことで、これは買い取りの募集とか一切してないのでよろしくお願いします。明日出張買い取り来ちゃうんで、映ってるものがね結構なくなってたりする可能性もあるので、まあこんな面白いものがあるんだよっていうことで見ていただけたら。とりあえず物だけ取っとこうと思って、もうなくなっちゃう可能性あるんですもんね、この辺ね。明日の出張買い取りで。ああ、ここら辺ですか。ちょっとまだわかんないんですけど。はいはいはい。これなんすか、下駄蹴り鬼太郎って。なんか、なんだろう、これ。なんすかね、下駄蹴るみたいですね。そうですね、こういうような感じで。ああ、下駄蹴りだ。ジェッターマルス空飛ぶ。ああ、これなんか見たことあるな。ああ、ブレイザー、ユニパズル。レオのスクーターだ。はい。あー、アンギラスじゃないですか。俺これジャンクしか持ってないんですよ。ああ、そうですか。はい。いやー、綺麗。これデッドだったんじゃないですか。もしかして。そうですね。なんか、ぽいな。デッドっぽいな。うん、この辺とかね。ああ、はい。へえ、25か。それどれぐらいの時で25でした？年数的に。2年ぐらい前ですかね。ああ、これよく見たな。おもちゃ屋さんに俺の恋でこれなんですか。ああ、これもなんか見たことある。アストロロボットのゼンマイ歩行のやつ。これプラなんですね。なんか雰囲気がね。かわいい。これいいですね。かわいらしい。そっか。もうなくなるかもしれない。あ、なんすか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 。なんかすごいのが。いや、そんなにすごくはないんですけそど。んなにですか。なんすかこれ。大冒険セット。トミーの探査7の大冒険セットと、何これ。探査5大冒険ミラクルチェンジビッグ探査、初めて見ました。何このなんかすごいかっこいいなんか戦艦何これ。タイガーマスク。あタイガーマスク2世。これいいですよね。完品ですか。はい。いや、いいもん持ってるな。すげえな。この辺って何年前ぐらいに買ったんすか。なんか相当昔に買ってたらそんな高くないの分かるんですけど、最近はもう高いじゃないですか。もう最近ですね。じゃあもう半端ないな。もう多分でもコロナ中とかじゃないですか。中国金コレクターっていう方がね、来たら、ここら辺も見せようと思ってますんで、ここら辺はちょっとまだ出張では出さないつもりなんで。本当ですか。よかった。この段ボールの中にコピニカの基地がほぼ入ってます。ちょっとさっき見たんですけど、ほぼ入ってるんで。これがすごいですね。はい。これすごいですか。出てこないんで。中身でも出てこないんですけど、箱付きはまず出てこないんで。高徳のやつですか。はい。そうなんですよね。レオの時って高徳の製品多いですよね。で、高徳とブルマークの合同名義とかね、装備がね。面白いですよね、この時代ね。三輪車じゃなくてスクーターなんですね。可愛らしい。
なるほど。このマッハ号は、は売るとしたら、グリッはい、12万ですね。い。ただ募集はしてません。はい。今この動画募集してません。超金属。はい、5ライオン。はい。箱も、ウルトラマンか？箱も、もうオリジナル箱ですね。箱めっちゃかっこいいですね。はい。ウルトラマン。どこのやつなんですか？車があってウルトラマンの頭がついてる感じのおもちゃか。そうですね。ウルトラ Q の半券入ってる。米沢ですね。米沢、米沢玩具のウルトラマンか。プラで下がブリキとかなのかな。はい。うわ、この書体がすげえな。すんげえなこれ。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。まあちょっと、前回の動画がですね大反響で、僕もコレクターの方もですねちょっとパニック状態でして、箱はリプロなんですけど、月光オートバイの大型ブリキのやつ、ブリキのバイクで、月光35万の値段がついてますけど、ちょっと先はねありますけど、大型の月光のバイクはなかなか出なくて、で箱はリプロです。あ、これは見せて作ったってやつですね。はい、はいはいはい。リプロ箱で買ってます。でその買ったお店の方が言うには、はい、これが箱もオリジナルだったら、はい、ブリキものその錆とかもなかったら、はい、100万ぐらいはするって言ってましたね。結構どれぐらいの世代の人の1960年代60年代じゃあ今まあ60歳60代とか70ぐらいの人が見てたあれですね。いい顔してるな。これ顔は顔そこですか？プラっぽいですね。でブリキソフビより前の年代のおもちゃなのかな。でも60年代の作品なんですよね。そうですね。その作品自体はじゃあかぶってはいそうな年代ではあるね。かわいいな。ほんとでかいですよねこれね。でかいですね。かなりでかい。大型のバイクはなんか珍しいらしくて。すげえな。ちょっと待ってくださいね。はい。月光仮面のブリキのバイク持ってくるんで。はい。バイクが並ぶ。前回の動画がですね反響がとにかくすごくて、僕もコレクターさんもちょっとパニック状態のもうなんか返信がもう大変な状態になっちゃったんで、この動画はですね、募集とかしないんで、なんかちょっと珍しいものを見せてもらおうということで、状態の確認ですね。友人とかちょっとツイッターの方で連絡くれた方が買うよって言ったのをちょっと状態を確認しに来たついでに面白いものをいろいろ見させていただいております。これがめっちゃ可愛いです。買うって言われちゃってめっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛いんですこれ。ブービーのスタンダードですかね。めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。ブービーのスタンダードあったんですか？マジで。その方は90だった。マジでちょっと今びっくりしました。はいはい、これ可愛いです。はい。でパーマミニも緑もないですし、宝しかない宝探しなんですけど、今ですねプラデラのガッチャスパタンがね出てきました。ピッカピカです。バチバチミントってやつね、僕ね初めて見ました。あるんだやっぱり。プラデラの頂点です。あるんですねこのように。うわーすげえ。いやでも見れてよかった。いやこれは本当眼福です。何があるか分かんないです。本当にこのレベルになっちゃうと最高。わあ眼福。これは眼福。いやすげえ。はい、
宝しか出てこない宝探し、また出てきました。マジンガー Z の高視力研究所のセットです。まあね、単品でこのセット版のね、ドクターヘルとかソフビ自体は見たことあるんだけど、この状態でちゃんと見たのは僕は初めてかもしれないですね。マンダラケ全部とかでは見たことあったんだけど、結構ね、可愛らしいんですね。これね、もっとでかいかと思ってた、実物は。そうだよね。ミニソフビが入ってるだけだから、こんなもんなんだ、大きさ。いや、めっちゃ可愛い。お宝です。はい。なんか出てきました。まさかなんか出てきました。コーステスターの、はい。電池テスターの、はい。電池テスターってことは、お店で何かやってたってことですか？じゃなくてですか？よいしょこれ何これ何ですか？電池テスターです。ここに電池を置いて残量が見れるってことですね。そうですね。お店でなんか使ってたってことですか？おそらくそうですね。当時電気屋さんかとかで使ってたんじゃないですかね。かっこいい。これもう男の子大好きでしょ。はい。これはうわ、すげえ。これ人形は何だろう。ポリかプラか。へえ。なんだろうな、この並び。なんだろう。なんだろう、この並び。なんだろう。すごいよ。一体で揃うんですけど、これ何ですか？ 7年ぐらいかかってますね。7年かかって今雷坊やぴっかり指人形、雷坊やぴっかり P ぴっかり P ですね。ぴっかり P。 はい。全然知らない。アニメですか？漫画なのかな？まあでもなんか DVD ボックスで出てるみたいなので、じゃあアニメ作品なんですかね。なんか立体物がこれしかないらしくて、ソフビとかもないし、であと1体なんですね。はい、このなんかワンちゃんみたいなのかわいい。これが主人公ですね。この子がかわいい。いいですねこれね。表情いいな。雷坊やなんですね。雷坊やぴっかり P。あと1個。あと1個で揃うんです。ズール夢冒険インフォコム痛快ファンタジーアクションゲームドラえもんのゲームボーイカラーのスタディボーイ低学年用将棋データベース、レインプレイステーション。結構マニアックな感じのねゲームの珍しいところだよね。ゲームボーイカラー。もうねゲームボーイカラーとゲームギアはね集めてたんだよな。ゲームボーイをコンプリートするためにも、これが一番壁ですね。もういっちゃん出てこないやつ。一番出てこない。スタディボーイ。ヤフオクで100万超えてましたね。100万だもんな。ドラえもんとね勉強楽しくするの100万かかるんだもんな。ドラえもんだもんな。どうですか？何かあるみたいね。低学年用だからね、小学校低学年、なんかね 1+1 は2とか勉強するのにドラえもんとやるにはねやっぱ100万ぐらいかかるんだね。まあ世の中ってねそういうもんだよね。セーフティーラリー。セーフティーラリー、これ何のソフトですか？安田火災の非売品のソフトですね。これ何用のソフトですか？ファミコンです。ファミコン？こういう事故が起きるから保険に入りなよみたいな感じなんですかね。ねえちょっと面白そうこれ。セーフティーラリー。ブリヂストンの当時自転車の非売品のテーラーメイドとか。何これ？一人に限定1台テーラーメイドブリヂストンサイクル。レイタックテーラーメイド。このファミコンソフトはファミコンを使ってお客様が自分好みのスポーツサイクルを作りオーダーするこのファミコンソフトを使って自転車を作ってオーダーするんですね。これはじゃあ非売品なのかな。お店でこのファミコンソフトを使って
自転車を作ってオーダーメイドしてたってことなのかな。てかパッケージめっちゃかっこいいんだけどめっちゃかっこいいんだけど、何これ、すげえな。お、来ました。なんかカートン出てきたよ。全部新品未開封ジェットマン。うわ、ジェットマン自体珍しいですよ全ね。部新品未開封。これもしかしてカートン箱っすか。そうですね。あ、違う、あ、佐賀の箱に入ってんだ。全部新品うわ、未開封。ピンピンだ。新品未開封です。これおもちゃ屋さんかなんかでそうですね。掘ったんですか。はい。うわー、すげえな。えぐいの見ちゃったな。一番えぐいのはこれ。あ、やっぱこれなんだ。これ。スマホもあったんだよな。ジャッジドレッド、ジャスティスリーグ。これなんだ。バーチャルバートだ。バーチャルバートだっけ。バートだよね。アンデッドライン、ジャックロック2。まとまってんだもんな。まとまってんだもん、これ。綺麗にまとまってんだよね。ウーパー。あ、バイオミラクル、僕ってウーパー。これってディスク版は珍しくなくってロム版が難しいんでしたっけ。かわいい箱。あ、これ知らない。やんちゃ丸自体を知って 3D なんてあったんだ。へえ、アイレム。やんちゃ丸3。持ってる人いないですね。国内版のメガドライブの WWF、プロレス、アメリカのプロレスですよね。そうですね。もともととかその子供の頃遊んでたおもちゃってもう全部捨てられちゃったんですよね。そうですね。そこからなんでここまでおもちゃを集める一番最初のきっかけ。まあ昔からやっぱそういった古いね、昭和のものにやっぱ興味があったんで、それがきっかけですかね。なんか最初に買ったおもちゃって覚えてます？コレクションの始まりっていうか、多分その時はこんなにコレクションするとは思ってなかったと思うんですけど、はい。なんか、これいいなと思って買ったものって覚えてます？いやー、ちょっとそこまで覚えてないです。僕で言うと、はい、僕が子供の頃に遊んでた超合金が、はい、親父の会社のお子さんにあげるので、取っといたのを親父が引っ張り出してたんですよ。はい、で、それで、その子供が持ってった後の残骸見て、これ俺が子供の頃遊んでたマジンガー Z だっていうところが始まりなんですよ。それはね、17歳ぐらいの時。で、超合金いいなって言って、集め出したのがきっかけで、一番ね、確か最初に買った、自分でコレクションとして買ったのが、デラックスのね、グレンダイザーなんですよね。それかな、確か。最初に買ったものがあって、そっから何かにハマってったっていうことはなかったんですか？例えば、なんか、ウルトラマンの装備買って怪獣にハマってったとか、なんかレトロゲームのファミコン1本買ってファミコンにハマってったとか、なんかそういうきっかけとかなかったんですか？結構やっぱ、オールジャンルでやっぱ集めてきちゃったんで。はい。テーマを決めて買ったことがないって感じですか？ないですね。だから特にこれに対してのこだわりっていうのはなかったです。極力なかなか目にしないものを重点的に集めてきました。極力目にしないものを重点的に集めていったんですか？ね、売れちゃったらね、今度いつ手に入るかわからないし、そういったなんかやっぱ圧迫感もあったんで。凶悪観念みたいな。今買っとかないともう手に入らないみたいな。それってでもコレクターのなんかすごい大事なところですよね、きっとね。今買っとかないとなっていうのってね。その最初の頃ってどれぐらい前ですか？約30年ぐらい前ですか、ね。30年ぐらい前。じゃあ僕と大体一緒ぐらいだ。今回、かなり大型に手放す状態じゃないですか。その30年間の間って、手放したりとかはしなかったんですか？
さっき物を捨てない主義っていうふうには聞いてたんですけど。たまになんか売ったりもしてましたけど、そんなに大掛かりにドバって出すようなことはあんまり。ちょっと一つみたいな感じで。まあ一つとか二つとか。それあれかもしれない。テーマを決めてないから、そうなのかもしれないです。僕の場合って、超合金からトランスフォーマーに行ったんですよ。はいはい、で、ある時、ものすごい邪魔に感じちゃって、大量にあるじゃないですか、トランスフォーマーだけで。箱とかでかいですもんね。メカザラックとか、グランドマキシム。そう、これもういいやと思って、全部手放そうと。でも、どうしてもこれは一生持っとこうかなっていうやつを何個かだけ置いて、もう一気に全部売り払ったんですよ。ワンルームに住んでたんで、部屋の結局スペースもないしっていうのもあったんですけど、そういう感じで割と僕なんかのジャンルを一気にやめる時がすごくあるんですよ。レトロゲームとかも集めてたんですけど、もう段ボールした後に収まるぐらいにして、あと全部もう売り払ったりとか、だいぶ前にしたりとかして、で、それってやっぱなんかテーマを決めてやってたんで、一気に手放すことが割とできやすいじゃないですか。確かにそのテーマ決めないで気に入ったものをこう買っていくやつだと、一気に手放すってことなかなかできないですよね。そうですね。ね。そんな感じで30年ずっと集めてきて、今回、これだけ大量に、コレクターをやめるわけではないじゃないですか。こんだけ一斉に手放そうと思ったきっかけって何だったんですか？やっぱ生活感が圧迫してそうですよね。7部屋全部おもちゃですもんね。それがやっぱ一番ですね。まあね、コレクターの方によってはね、例えばああいうレンタル倉庫とか借りて、収納してる方とか、ベッドとかにいらっしゃいますとか、いろんな方もいますけど、物がある安心感と圧迫感で、やっぱり圧迫感の方が強くなってきましたね。それ感じたのってどれぐらいからですか？ここ最近とかですか？コロナぐらいからですかね。じゃあもう割と前だ。3、4年前ぐらいか。5、6年前は、ちなみに、ここの部屋も、隣の部屋も、台所も、風呂場のところの動線も、何も物はなかったんです。ある程度買ったやつとか持ってるやつに関しての大型系とかだと、覚えてはいますので。なんか覚えてる中で、これは一生手放さないぞみたいなアイテムってあります？いや、でも一生はないですね。ない。これだけはっていうのはやっぱなかなかね、よくその棺の中にね、亡くなったら一緒に収監してくれみたいな、そういったものは特にはないです。面白いな。なんか僕の周りにはやっぱあんまりいないタイプです。やっぱなんかみんなある程度テーマがあって、そのテーマの中で縛りを設けてこう集めていくみたいな方がやっぱり多いっていうか、もうほぼやっぱみんなそうで、最終的にこれはどうしても手に入れたいっていうものが、今パッとは本当思わないですね。もう私もね、やっぱね、当時買った時もそうだったんですけども、本当に買ったらその満足みたいな感じで、こうやってね、袋に入れちゃったり、段ボールにしまい込んだりして、それが今こういう結果になっちゃったんで。買った後も特に愛着とかはないですか？買った後の愛着。買ったものっていじったり見たりしたいんで、前に飾ってあったものをしまって、買ったものをこう、身近なところに飾ったりするんですよ。ってこと、なんか入れ替えみたいなのにするんですけど、飾りの。そういうのとかはあんまないです。買った後、もう、しまっておしまいみたいな。そうですね。だから上に置いてあるよ、歩行のブリキとか、ああいうのはまあちょっと見栄えがするから飾ってあるようなだけだったら、オバ9号とか。だからね、やっぱ人によっては、例えばね、個人のインスタでね、こういうの持ってるとかってあげたりする方もね、いらっしゃる方もいますけど、私そういうのしないし。SNS をそもそもやってらっしゃらないですもんね。そうですね。でもこういうものってね、今度やっぱね、人から人への手じゃないですけど、やっぱり誰かに引き継がれてはいくと思うので。コレクションってそうですよね。まあ、自分でずっと持っとくことが結局人間、やっぱり寿命があるんでね。できないですからね。できないですよね。
まあ、一時的に自分が持ってるみたいな、特に貴重なものなんかそうですよね。そうですね。次の世代に引き継がれていくみたいな感じのはありますよね。やっぱより良い状態で次の世代へ渡したいなと思うものとかやっぱありますよね。そうですね。自分の代でこれを開封しちゃっていいのかなとか、なんかいろいろそういう葛藤もたまにありますよね。ものによってはね。買うペースってどうなるんですか？このフロアがこう全部埋まっちゃったわけじゃないですか。はい、この3、4年で。はい。だから買うペースが一緒だったら、多分もう一回こうなると思うんですよ。はいはい。どうなると思います？いや、もう相当セーブするんで、もう減らしていく前提でってことですね。だからもう余計なものは買わないとか。でも今まででやっぱ、あ、これ、なんか見たことないな。これとりあえず今買わないとっていう強迫観念が働いてこう買ってたわけじゃないですか。はいはい。その辺大丈夫ですか？それはもう大丈夫です。でもなんか好きなキャラクターとかってないですか？いや、特にはないです、あ、本当にないですか？まあね、それの好きなキャラクターだったらね、それに絞ってね、多分集めてたと思うんで、本当にもうオールジャンルでノンキャラから。でも、すごいなと思うのが、はい。まあ30年前からいろいろコレクションしてきたじゃないですか。はい。で、僕、なんかもうここ最近の価格の上昇にやっぱついていけなくって、はい。もう物によっては10倍、20倍とかするじゃないですか。はいはい、それが100円のものが、まあ1000円、2000円とかだったらまだいいんですけど、はい、1万円のものが10万円、20万円になっちゃってるじゃないですか。はいはい、そうするとなんかもう自分がその知っているおもちゃの世界じゃなくなってきちゃってて、はい、今って、はい。レトロゲームなんかもそうじゃないですか。はい、もう売買ゲームですよね。本当に。なってくると、もう僕はついていけないんで、はい、なんか僕はなんかそういうところじゃないおもちゃとかそういうものをこう細々と集めてるんですけど、はい、ここ何年か。はい、でも、すごいのは、その辺もちゃんと追ってってるじゃないですか。はい、何百万とか何十万クラス、はい、もうバーンと上がっちゃったやつを、しっかり買って追ってるっていうのが、すげえなと思って、そのバイタリティっていうか。その辺を、その昔からコレクションしてる人で、今の価格で終えてる人たちって、本当に尊敬するんですよね。答えがもうないんで、やっぱ今集める方もやっぱ大変ですよね。大変ですよね。だから昔がいっぱいあったものとかが、やっぱ市場からどんどん消えてって値段が上がってってってね、はい、今から集め出す人、本当にかなりきつい思いして集めてますよね、きっとね。物はない、高いっていうね、中でやってるから。お店もね、例えば売れたら今度次同じ値段で出るかったら出ないですし、ね。無理ですよね、もうね。お店の方がやっぱりよく言って嘆いてるのが、はい、買い取りが売ってくれる人の言いなり状態になっちゃってるみたいな。例えば、お店で出すときに、高くつけても10万円でしか出せないんだけど、持ってくる人が9万円で買ってくれっていう。はい、で、もうそれじゃあうち1万円しか利益ないからな、無理だなって思って話すんだけどもう9万円で効かないと。そうすると他のお店に持ってかれて、他のお店が例えば9万円で買い取って、そのお店は、よし、じゃあ12万円つけて置いてみよう。つって売れないかもしれないけど、つって置いて売れちゃうとかね。はい、そういう話をよく聞くんですよ。だから、結局その、お店側も高い値段をつけたいわけじゃないんだけど、はい、買い取りに持ってくる人のもう、いい値で買うしかないから、そうするとお店もね、やっぱり、ご自身の持ってるビルだったら固定資産税でいいけど、まあ、家賃があるところとか、バイト使ってるとか人件費とか、はいまあ、お店運営していくのお金かかるわけじゃないですか。今、まあ、光熱費も高いし。その中で一つの商品でね、得るお金がやっぱ低かったら大変なわけじゃないですか。はいはい、だからお店側も、自分は10万で本当はお店に置いておきたいんだけど、はい、ちょっと12万円でしばらく置いてみるかっていう感じで出してみたものが、売れちゃうみたいな世界になってて、先ほど言った売買ゲームですよね。本当に売り手のもういい値で買い取って、しょうがないから高くつけたらそれが売れるから、そうするとそれを見たお客さんが今度持ってきた時に12万円で売れてんだから11万で買い取ってくれよってなっちゃうんですよ。はい、そうすると今度お店でそれで買ったら14万つけなきゃいけないじゃないですか。はい、大変ですよね。
大変ですよね。ねえ、今ね。すごいよな。本当についていけないですもん。だからもう本当それでも売れるわけですからね。だからそんだけやっぱ物が現存しないっていうのもあるんじゃないですかね。コレクターの手に行っちゃってるんですよね、今ね。はい、すごくね。で、その方が手放さなかったら世に出ないんで。今回だからいっぱい世に出るじゃないですか。はい。やりましたね。コレクターの皆さんは、ちょっとチャンスですね。まあね、どうしても今のご時世のお値段なんですけど、ここ最近で、珍しいなと思って買ったものって何ですか？まあ、レトロゲームでしたら、スーパーファミコンのビッグハートベースボールとか。ビッグハートベースボールどんな、あれなんですか？アクレームの末期のやつで、出荷本数が少ないソフトです。アクイレムってことはあれですか？アクレームジャパンってマキシャム・カーネージとかメガドラの。海外の移植みたいな感じですか？それはあれですか？ネットかなんかでですか？いや、あれはどっかのお店だった気がします。お店で。そういえばヤフオクとかメルカリとかってやられるんですか？買ったりもしますね。するんですか？そうか。でもあまりやっぱソフビとかは買わないですね。やっぱちょっとね、そういう怖いんで、リペイントとか直しとか。直しとかね、贋作とかね、多いですからね。だからやっぱ高いものほどね、贋作って多いじゃないですか。多いですね。こんなものまであんのみたいなのね、ありますよね。僕聞いた中で一番びっくりしたのが、マクロスのミニソフビの方のロイ・ホッカー。これ偽物あるんですよ。それは本当に俺もう先日が走りましたもん。そこまでやんだと思って。一番最近だとそのレトロゲームじゃないですか。なんかすごい思い出に残ってる、これ買った時、やったと思った。まあほぼ毎回ですかそれって。いや、でもね、買った後、やったとかっていう気持ちはないんですよ。ないですか？まあ、運が良かったなぐらいの感覚です。俺なんて恥ずかしながら家の中で転げ回ったりしますよ。思って。うわーっつって。やっと手に入ったみたいな、そんな感覚がないですね。そっか。先ほど言ってましたもんね。なんかこれが欲しいっていう追い求め方をあんまりしてなくって、出会いがあって、っていう感じですもんね。そっか。で、欲しいと思って探すと、逆に出てこなくて、なんか気まぐれでポンと出てきた時のものは、買えますね。たまたま見つけたみたいな感覚で。たまたま見つけた。すごい下世話な話だと、買ったのがいつ頃かは言わなくていいんですけど、一番今までで1個に払って高かったのって何でいくらですか？僕は言うと18万円のソフビス。それぐらいですね。確かそんぐらいです。多分一番高く払ったお金って。それは玩具でですか？玩具で、玩具で言うと、一番高く買ったのは、アストロガンガーのトーキングじゃないですか、すごい問い合わせいっぱい来ましたよ。あれが一番ですね。その買った時の、なんか何年前とかそういうのは一切言わなくていいんですけど、その時いくらで買ったんですか？その時は220でしたね。220、その時で。そうですね。最高額。おもちゃに関しては最高額ですね。ゲームで言うと、多分、最近珍しめのゲーム買ってたら高額品っていっぱいあると思うんですけど、一番高額だったゲームって何ですか？本体で、本体ドリームキャストの、バイオハザードの、コレクターズの、スターズバージョンの未使用品ですかね。未使用品。それはいくらで？確か100近かった気がしますね。なるほど。それなんか200台限定みたいなんで。この世に200台しかないやつの未開封新品。未使用品。未使用品。それも手放すんですか？そうですよね。なんか、これはっていうのが思い入れとか特にないんですもんね。これは取っとかなきゃっていうのは、もうやっぱ、先行きやっぱ不透明なんで。その先行きが不透明っていうのは、どういう意味で不透明なんですか？
やっぱその生活のね、やっぱ生活スペースをちょっとある程度確立しないとまずいなっていうのもやっぱあったし、こんだけやっぱね、物で圧迫されちゃうと、肩身も狭くなっちゃうんで、そういった気持ちもあったんで、なんかね、このままこうやって物を持ち続けていいのかなみたいなところもあるし。これを手放さない状態で増やしていくと、どんどん物が増えていって、それは生活空間が圧迫しちゃうわけなんで。じゃあもう本当に先々の不安っていうのは、物がどんどん増えていくことによる不安部分ってことですね。買えば増えるし、売れば減るしっていう。となると売るしかないですよね。で、その売るときに、例えばさっき言ったようにテーマを決めてる方がやっぱりほとんどなんで、じゃあこのジャンルを手放そうっていうことができたりするんだけど、そうじゃないから、このジャンルをっていうことはできないから、もうとりあえず一旦もう何でも売るよっていうことなんですよね。そうですね。流れ的にね。だけ売るとか、プラトリだけ売るとかじゃなくて、ある程度値段が売れば売りますってことですね。ってことですよね。レトロゲームに関しても。とにかく何でもってことですよね。そうですね。何でもこう好きで買ってたわけだから、それが自分なりのジャンルってことですもんね。そうですね。その好きなものを買ってるってことが。ってなると、ジャンルごと売り払うってイコール全てを気にせず売り払うってことですもんね。そうですね。結局ね。今回だから、その動画上げて反響がものすごいあって、で、やっぱ聞かれたのが、コレクターをやめるんですかっていうのがやっぱ聞かれてて、その問い合わせの中で。で、僕はやめないっていう話を聞いてたんで、やめるわけではないですよっていうのは伝えたんですけど、でも問い合わせ来てない人って、あの動画を見て、そういう誤解を受けるなっていうふうに思ったんですよ。きっとみんなそう思ってんだろうなと思って、この動画を出すことによって、そうではないんだよと。コレクターをやめるわけではないと。コレクターをやめるから全部何でも売りますって言ってるんじゃないよっていうことを、また動画でちゃんと伝えれたら、その辺の誤解がなくなるのかなっていうふうにちょっと思ってて。でもそれはね、特になんかやっぱ個人のその心の中にしまっとけばいいもんだと思いますんで。その辞める、継続するっていうのは、やっぱね、個人の自由だし、人に言われてね、やった方がいいとか、やめろとかって言われるわけでもないと思うんで、それはもうね、自分のやっぱ意思で決めればいいんじゃないですかね。いや、もちろんそうなんですけど、ただ、動画を作ってる僕としては、協力してくれてる人が、思ってないことを思われてるのは嫌なんですよね。例えば、これからじゃあお店に行くじゃないですか。その時に、あれコレクター辞めたのになんでいるんだろうって思われて、でもその思ったことはきっと口にしないと思うんですよ。だから気にはなんないと思うんですけど、僕は気になっちゃうんですよね。そう思われたくないなっていう。せっかくこういろいろ仲良くなった人が。だからそういう誤解をもしかしたら与えてるのかなと思ったら、僕の中でちょっと引っかかりがあって、そうではないんだよ。今こういう状態なんだよっていうのをちゃんと伝えておきたいなと思って。っていうのあった。だからやっぱ僕も最初聞いたじゃないですか。来た時に、こうわーって全部手放しちゃうから。あれじゃあコレクターってやめちゃうんですかってやっぱ聞いたじゃないですか。やっぱそれってやっぱ一般的な感想だと思うんですよね。だから確かにそうだなと思って、それって良くないなと思って、ちゃんとどういうことで手放して、今後こういう考えがあってやってるんだよっていうのは、ちゃんと伝えといた方がいいかなと思って。それが相手が言ってこないにしても、そういう誤解でなんか周りが包まれちゃうのはちょっと嫌だなと思って。やめるやめないっていうよりは、例えば思い起こして、やっぱこれ取っとこうっていうのはね、やっぱ出さないかもしれないし、やっぱそう言われてみると。今回でこういろいろこれ売ってくださいとか、買い取り業者が来た時に、いろいろ自分でも確認してこうやっぱ物見るじゃないですか。その時にまた
きっとありますよね、そういうものがね。はい。あ、これは取っとくっていうのがね。それはまあ出てくると思いますね。僕だからそのコレクションが見たいです。なんかこれ残しとこうって言ったものを改めて撮りたいですね。ああ、わかりました。うん。なんか面白そうじゃないですか。あ、そうですね。うん。なんか気になる。これだけオールジャンルやってる人がこれを撮っといたっていう、なんかがあったわけじゃないですか。そうですね。ね、それがすごい気になる。これはね、市場にないから手放しちゃったらもう二度と買い戻せないよみたいなこともあるかもしれないんですけどね。絶対プラダラのガッチャスパルタン買い戻せないですよ。いや、もう市場に出ないですもんね。うん。あれ、嫌です、手放しちゃう。取っとこうかな。取っときましょうよ。そこのガラスケースに入れましょうよ。飾りましょうよ。まあ、焼けとかも怖いですけどね。あれはプラスチックなんで。確かにそうですね。あんだけ綺麗だとね。装備とか。ああ。とりあえず、LED に変えましょう。あ、そうですね。ね、LED に変えると焼けがないんで。そうですね。確かにそうだわ。あれ表に出してなかったからあんだけピカピカなんですもんね。はい。うん。確かに。だから物のやっぱそういった保存状態はすごいいいんで、うん。みんなプチプチにくるんで、うん。そうですね。保管してたんで、うん。で、それが今この量になっちゃったんで、うん。お店の方とかって例えばね、買って、例えばね、うん1ヶ月2ヶ月で売っちゃうとやっぱ嫌がるってやっぱあるんですかね。せっかく買ったのにもう売っちゃうのみたいな。僕がお店で、まあいろいろ回ってて、聞いた話だと、まあやっぱ、すっごく珍しいものとかあるじゃないですか。ああ、はいはい。ね、なかなか、まあ、お店でも取り扱えないようなものとか、で、そういうのを買ってって、なんか、何週間後に見たらヤフオクで出されて、高い値段で売られてたっていうのを見ると、はい。やっぱりちょっとショックは受けるみたいです。でも多分、例えば10万円で買ったものを、その人が何かの理由で10万円で手放すとかだったら、はい、きっと何とも思わないと思うんですよね。なんか理由があったんだろうなっていう。まあ、おそらくそうでしょうね。うん。でもなんか、なんだ、転売だみたいな感じにやっぱり感じることはあるみたいで、10万円で買ったもの14万円で売ってるとかいう話はやっぱ聞くんで。ああいうメルカリとかヤフオクとか、ヤフオクとかね、メルカリとか。そういうのは聞きますね。だからそういうんじゃないんであれば、嫌な気持ちはしないと思いますよ。多分。別になんかあったんかなぐらいだと思うんですけど、でもなんかもう買ってなんか何週間後になんかもう全然高い値段で売ってたりすると、転売かとかやっぱ思うみたいですけどね。ヴィンテージをね、お店から買って転売とかね、今ね、結構多いみたいなんで。今回のこれの場合は、はい。それに当てはまらないと思いますよ。例えば何週間前に買ったやつをそのままスライドしたとかのもう、ちょっと理由が理由じゃないですか。もう一旦ちょっともう何でもとりあえず全部売るっていうのを決めた中に最近買ったものが入ってるだけなんで、そうですね。それはもう30年前に買ったものとね、一緒のあれでやってるんで、それはちょっと今回は違うと思いますね。とりあえず、明日買い取り業者が来て。はい、一部が。ね。結構片付くことを期待して。そんなに減らないですよ。あ、マジっすか。段ボール10箱、20箱、30箱ぐらいいかないとあれじゃないですか。まあ理想郷ですけどね。それは無理っすね。無理っすか。この間1回目で来てもらった時も、段ボールで3箱ぐらいでしたね。あ、もう1回来てもらった業者さんなんですよね。そうですね。それってあれですか、もう家の中全部見てって買ってたとかじゃなくて、この辺引き取ってくださいって感じだけでやった感じですか？そうですね。今回ってあれですか、もう全部見てくる感じですか？いや、一緒の業者なんで、今回またちょっと他の品物を出しますね。
それってもう選んで持ってってもらうって感じなんですか？なんか向こうが見て査定していくってわけいや、ではないと。じゃなくて、自分が出して、うん。それで納得できたら、売るって形です。そうか。確かにそうなるとそんなに片付かないかもしれないですね。そうですね。ねえ。この部屋だけでもね、まずはね、そうですね。ねえ、綺麗になっちゃえば、ちょっと心持ちいいと思うんですよね。この部屋だけはこう、とりあえず生活スペースを取り戻したっていう。結構ね、ね、大きいですよね。それはでかいですね。ね、心持ちが。結構やっぱね、独り身だと抑制する人がやっぱいないから、自己判断でやっぱなってきちゃってましたからね。だからやっぱこんだけになっちゃったんですよね。一人でここにおられてどれぐらい経つんですか？もう6年ぐらいですかね。6年。3、4年前ぐらいまでは何にもなかったんですよね。このフロアって。何もなかったです。ここも今も台所も。2階はほぼなかったですね。上はもう結構今の状態ぐらいだったんですか？いや、上のもそこまでは玩具に関してはなかったですね。で、3階の座敷の DVD 関係はある程度出したんで、あれでもだいぶスッキリした方ですね。あ、DVD も結構コレクションされてるんですか？ DVD もそこそこあります。DVD も廃盤品とか結構多いですもんね。そうですよね。ああ、そうか。本当にオールジャンルだ。まあ一つのジャンルに絞ってやっていけばよかったんでしょうけど、やっぱりフルトイっていうとやっぱいろんなものが出てるじゃないですか。食器、プラトン、消防器。そういうのでやっぱいろんなジャンルで攻めてきちゃったから、大なり小なりでこういう結果になりました。やっぱ一番かさばるのはやっぱブリキですよね。ああ、かさばりますか。車とか結構でかい。ああ、そっか、横にね。横幅取っちゃう。しかもでかいですからね。確かに。これパソコンのモニターだ。PC でゲームもやられるんですか？やらないですよ。もう普通に本当モニターとして使ってるんですね。へえ。だから使ってはないんですけど、ただ置いてあるようなもんですね。あれこれじゃあ中入ってるんですか？入ってますね。じゃあ開けてないですもん。もったいない。でも自分これ買った記憶がないんで、もしかしたらね。ご兄弟か、ご家族の方、誰か買ってってことですか？それで使わないで置いてあるみたいな感じかもしれないですね。この辺とか買い取り出しちゃえばいいじゃないですか。使わないなら。逆に。これなんか、物置の台で結構使えんなと思って。物置の台でちょっとしたの置くのに。モニターいやでも、これは買い取りに出しちゃって、違う段ボール使うっていう手はダメですか？まあ、それもいいですけど。ねえ、結構なんか箱がこれしっかりしてるから。そうですよね。これだって空箱とかだとなんかね、結構なんかしなっちゃうけど。そうですね。これ、まあ中モニター入ってますからね。しっかりそれはしてますけど。でも、ここ片付ければテーブルもありますし、ね、もったいないですよ。結構この分スペース空きますよ、きっと。でもこれでもね、とある業者さんに、ジャンボマシンダーは40体ぐらい売ってるんで。40体ジャンボマシンダー持ってたんですか？みんな持ってましたよ。コン V とかダイモスとか、デカデカロボコンとか、ゲッター3とか、大電人とか、みんな手放しましたね。マジンガー、ライディンとか。それすごいスペース取ってましたよね。やつだけ残してある感じで、じゃあ、大空マリオとか、ああいう、多分ここのどっかに埋まってるんでしょうけど、ダブラス M2 とか。また買い直せるなっていうのは、とりあえず一旦手放したみたいな感じです。そうですね。流れ的に。傘張るんで、ジャンボマシンだと。そうですよね。どう考えても40体あったらね。ここの一角もありますよね。そうですね。確かに。空き段ボールとか片付けちゃえば、結構、スペース一気に空くような気もするんですけどね。空き段ボールは、そういった買い取り業者さんとかのために、取っといてるんですよね。それに詰めて持ってってもらうみたいな感じで。ちっちゃいのは処分して、大きいのこう畳んで
玄関横にとりあえずまとめとくとか、ああ、そうですよね。ね、すると、この部屋がまず一旦バーッと開くと、こうなんか、ここで物を多分選別することできると思うんですよね。段ボールそうですね。4、5箱持ってきて、こう、なんかね、綺麗に仕分けしてとかブリでキはブリきると思う。キとか、そうそうそう。古着は古着とか。思うんで、ここ一回片付けちゃえば、そうですよね。うん。ジャンボマシンダーとか、ああいうポピーの大箱のデラックス箱とか手放すのに約1年かかりましたね。ああ、マジですか。それは悩んでってことですか？それとも業者を探すのに？いや、その業者は決まってたんですけど、うん月に1回とか、うんまあ、多くても2回で、で、店舗運営もされてるところだったんで、時短とかで戻っちゃった時もあったし、逆に持ち込みとかしないですか？俺、例えば車結構積めるんで、これもう手放したいっていうのをどっかに一緒に持ってくとかは全然付き合いますし、あとは僕が出てるイベントでご自身で売られるとかもできますし、いろいろその業者だけに頼らず、まあ今回一回もう募集は締め切ったんですけど、その動画でね、今回募集してある程度また履けると思うんですけど、はい。それとは別で、例えば僕全然付き合いますんで、これちょっとバーッと一気に手放したいわっていう、例えば、なんだろうな。ちょっと言い方悪いですけど、そんなに値が張らないものとかあるじゃないですか。細いものとか、はい。その辺も一気にこれいいよっていうものも積んで、どっかに買い取りポンって出しに行っちゃうとか、あと、大物系のやつを段ボール3、4箱ぐらい僕が出てるイベントに持ってって、その場でご自身で売られるとか、そういった方法もありますし、はい。乗りかかった船なんで、僕は全然付き合いますよ。ありがとうございます。なんか、より良い生活を取り戻してほしいというか、ね、で、新たなコレクター人生を歩んでいってほしいというか、はい。思うんで、全然なんかいろいろ相談してくれれば、はい。はい、全然手伝いますよ。まあそんな感じで、ちょっと頑張りましょう。頑張りましょう、一緒に。はい。